皆さんこんにちは。これから日本を脱出します。アクセス特急で来たのですが、外国人がいっぱいで香水がプンプンでした。飛行機で隣の席の方が香水プンプンだと地獄です。それはさておき、無事に成田に着きました。久しぶりの第一ターミナル。極度の心配性で空港に3時間半前に到着。北ウィングから出発なのに南ウィングで迷子になっていました。今回の旅先はインドネシアのバリ島です。受付で聞いて急いで北ウィングに移動します。出遅れました。大行列です。預け荷物は11キロ。チェックインは私のチケットの取り方に問題があり、吸ったもんだがありました。やたらと時間がかかり、ドキドキしましたが、なんとか出国できそうです。行きの電車の中でプライオリティパスが使える大韓航空のラウンジが使えないことを知り、絶望しているところです。脱出。絶望の中で調べていたら、26番ゲートの近くに何やら使えるラウンジがあるらしいとのことで、急いで出国します。私の出発ゲートが26番ゲートだったのでちょうど良かったです。おやおや、ウェイティングができています。キワと書いてノア。プライオリティパスが使えることを確認。無事に潜入。お食事は軽食のラインナップです。どれもとても美味しそうです。そばをいただこうと思います。色が変わりきったお湯の中にそば職人さながら調理をします。潔癖症ですが贅沢は言っていられません。私のすぐ後にお湯を新しいものに変えていました。残念。かまぼことかまぼこ、天かすと天かす、完璧。みたらし団子もありました。焼きおにぎりにあんパンにクリームパン、かぼちゃのサラダにひじきの煮物です。そしてラウンジ内はほぼ満席でした。素敵なものを発見。スーパードライの信者です。下手くそだから自動の方が嬉しいです。機械も下手くそな時があるようです。相変わらず血糖値が上がりそうなデタラメな朝食です。いただきます。それではビールで祝杯。朝の背徳感ビールおいしい。そばは伸びまくっています。私は固めが好みです。時間がないので急いで詰め込みます。締めに団子とあんパン。ちなみにワインもありましたよ。ラウンジを出たら私の出発ゲートの26番ゲートです。時間通りに搭乗開始。今回乗る飛行機はガルーダインドネシア航空。
48時間前のウェブチェックインで一番後ろの席を確保。トイレが真後ろです。天気は快晴。朝、家を出発するときは大雨でした。歩いて駅まで行ったのですが、びちょびちょでした。なんと空いている予感。足元は短足なので結構余裕があります。結構楽々です。お願いだ。隣の人来ないでくれ。航空 GA881 便電波ファールバリ島行きエアバス A330-300 型機をご利用くださいまして誠にありがとうございます。マジで最高です。隣の席も前の席も誰もいません。そして時間通りに出発です。直前までスーパーハードに仕事をしていたので、全てを忘れてゆっくりできたらなと思っています。今回の旅もほとんど何も調べていないので、思いつきで回ろうと思います。お水とアメニティが配られました。アイマスクと靴下と耳栓です。お手洗いに歯ブラシが置いてあります。早速ビンタンビールで乾杯といきましょう。お隣の席に人がいないことと、すぐ近くにトイレがあることが飛行機の中で安心してビールを飲める条件になります。泡ビールです。大好物の山崎のクリームパンを持ち込みました。全然ビールに合わないけど、ほどなくして機内食が配られました。一番後ろの席なのでお食事は選べませんでした。魚料理です。それではいただきます。和食プレートになると思うんですけれども、とっても美味しかったです。そばも美味しい。食後の締めにクリームパン。気圧でぴちゃんこです。映画も飽きてきたので読書をします。2席を使えたので足を伸ばせました。調子に乗って2杯目のビンタンビールです。気圧もあり泥酔。おつまみナッツもいただきました。そして到着前のバニラアイスクリーム嬉しい。何度も言いますが、一番後ろの席なのでアイスクリームは溶けてヘニョヘニョでした。でも美味しかったです。刻一刻と表情が変わる空は見ていて飽きません。高度が下がってきました。もうすぐ到着です。無事に着陸です。ただいまの時間、現地の時間で5時40分です。バリ島に入国するには VOA というビザが必要になります。パリの空港で申請することができるのですが、私は事前にインターネットで申請をしました。そして税関申告も3日前からインターネットで申請する必要があります。スーツケースをピックアップした後に、最後の出口のところで係員の方に税関申告の QR コードを提示します。空港に着いてからビザを申請する場合は左側、事前に取得済みの人は右側に進みます。事前に申請したおかげであっという間にイミグレーションを抜けることができました。税関申告も到着空港で
できるようでした。スムーズに外に出たい人はすべてインターネットで申請をすることをお勧めします。空港の両替所でルピアに両替しました。これはやめればよかったです。街中の方が断然レートが良かったです。空港では少額の両替でいいと思います。インターネットで購入した SIM カードが全然反応しなかったので、結局空港で SIM カードを購入します。やり手のお姉さんにすべて設定していただきました。空港からホテルまでの送迎をガネーシャバリツアーズで依頼しています。合流できるまで時間がかかる場合があり、事前に自分の服装をメールで知らせておきました。そのおかげもあってか、あっさり出会うことができて、すぐに車で出発することができました。ウブドまでの空港送迎は日本円で3500円かインドネシアルピアで40万ルピアです。気づいたらもう外は真っ暗でした。空港の料金所が12月から支払い方法が変更になり、大渋滞をしているようです。ドライバーのスガちゃんと楽しくお話をしながらウブドに向かいます。ただいまの時間9時40分です。約2時間でウブドのホテルに到着です。1軒目のお宿がビククンスイーツ&スパ、こちらで2泊します。ウェルカムドリンクをいただいて早速お部屋に行きましょう。虫は苦手ですが、虫の大合唱で癒されているところです。今回アサインされた部屋はフロントから近いピッピ2という部屋です。暗いので分かりづらいのですが、簡単にお部屋の紹介をします。客室はビラではないのですが、2階建ての一軒家タイプです。下の階の1階にはシンク、水は毎日2本ありました。すぐお隣がシャワーブース。シャワーは壁に固定式です。そして振り返るとトイレがあります。電子ケトルとドライヤーがあります。タオルは毎日2枚でした。玄関ホールに冷蔵庫があります。それでは2階に移りましょう。天蓋付きのベッドです。とても素敵です。照明を全部つけてもこの明るさなので、また次の動画で改めて紹介します。無事にバリ島に着いたお祝いをしましょう。健康的な料理を提供するお店、カフェに来ました。とりあえずビンタンビールを手酌で乾杯。日本の家を出てから16時間、アルコールが五臓六腑に染みます。小腹が空いたのでパスタを注文。パスタプリマベーラです。
たっぷりのグリルした野菜とオリーブ、フェタチーズが入ったほうれん草のフィットチーネです。大変濃厚でビールにも合い、とっても美味しいです。サービスチャージとタックスが入って全部で13万6422ルピアでした。かわいいワンちゃんが寝っ転がっています。危ないから起きて。起きてくれました。ホテルに帰る道すがらスーパーに寄ろうと思います。左側に見える赤ちょうちんのお店は漁師という日本料理店です。ここスーパーにやってきました。閉店間際なので空いています。締めのアイスクリームを買って帰ることにします。アイスを食べながら10分ぐらいホテルまで歩いて帰りました。これにて1日目の動画は終了です。2日目に続きます。お楽しみに。皆さんこんにちは。バリ島2日目の朝です。今日もすこぶる元気。昨日の夜は移動の疲れで気絶睡眠でした。目覚ましではなく鳥の声で起きる朝なんてなんて幸せなんでしょう。昨日の夜はわからなかったですが、とっても素敵な景色です。テラスから見える田んぼは田植えをしたばかりのようでした。ただいまの時間は6時9分。日が昇ってきました。最近の私といえば、会社勤めは激務。仕事の合間に旅をして、YouTube とブログを編集してアップ。勝手に一人ブラック企業状態の無限地獄だったので癒されたい。朝食は朝の8時からです。1番を狙って5分前に行動します。階段は急なので注意が必要です。ドアの引き手が白鳥でかわいい。どこまでも回る鍵に不安を抱きながら大成功。朝食会場に向かいましょう。今回のお宿ビククンスイート&スパはアコダで予約。2泊で14,300円でした。田んぼに流れ落ちるようなプールがあります。なんと私水着を持ってきませんでした。
ビールっ腹を晒すわけにはいきません。とても眺めがいいです。こちらの席にしましょう。息をするだけで浄化をしている気がします。コーヒー、紅茶、ジュース、パンはセルフサービスです。パンが丸焦げになっちゃいました。オーダーしたものが届くまでパンを頬張ります。ナシゴレンにしました。いい感じに半熟の目玉焼きとフルーツプレート。それではいただきます。アリンコ、大きい。お部屋に帰ります。あちらに見える建物がこちらのホテルのバンブーでできたバンブーハウスの客室です。暑くなる前に出かけましょう。今日は歩ける範囲の探検になります。ホテルのあるスグリワ通りを北上していこうと思います。男性がサロンを巻いてる姿も素敵。スグリワ通りはおしゃれなお店は少ないですが、ドローカルな商店が多いです。お供え物のチャナンを作っているところです。なんて素敵なお供え物でしょう。ヤシの葉で作った皿に花びらを盛り、パンダンハルムの葉を細かく刻んだものを乗せた神様へのお供え物です。スグリワ通りの北側にある自然派化粧品のアンジェラストアに来ました。お店のスタッフは座ってスマホをいじっています。ゆるくていいな。アンジェロストアは化粧品や石鹸、ハーバルティーやアロマオイルなどナチュラル化粧品のリーズナブルな小さなストアです。種類は多くはないですが、ほのかに香る石鹸はおすすめです。大好きなロゼラティを発見。購入しましょう。石鹸、クリーム、化粧水、ハーブティーで約3000円でした。暑くなってきました。体をクールダウンするために冷房の効いている自然派スーパーバリブッタで進みつつパトロールをします。オーガニックフードやオーガニック化粧品、天然塩など体に優しいスーパーです。
ちょうどオープンの時間に近くまで来たので、サンサンワルンというお店でランチをします。Google マップで見つけた前から来たかったお店です。とっても雰囲気がいいです。びっくりするほど奥行きがありました。How many percent of you? How many percent of you? 1%? Yeah, one person, yeah. 私の英語のヒアリング壊滅的。こっちの方が On い the い。 ground? は Or which one? On the ground. い。すべて日本語で通す昭和生まれ。開店して1番目のお客だったので、なんと席は選びたい放題。靴を脱いで座敷に上がりました。メニュー表です。こんなに素敵な店なのにメニューはそんなに高くないです。本当はビールが飲みたいけれども、マンゴースムージーにしました。暑いところで飲むと熱中症になっちゃうからね。少し酸味があってトロトロで美味しい。梨チャンプルーをお願いしました。バナナの葉っぱのお皿にいろいろなおかずが入っています。それでは早速いただきます。真ん中のブルーのご飯はおそらくバタフライピーで色付けしたと思われます。味はただのお米味でした。もやしの和え物です。揚げたピーナッツとココナッツフレーク。サンバルマタはとっても辛くて美味しかったです。そしてゆで卵に天ぷら、サテ。そして鶏肉の煮物。こちらの三角はテンペ。おかずは全部ビールに合うものばっかりでした。飲みたかったな、残念。お会計の時にこんな素敵なラッキーチャームをいただけます。すごく混んできたので退散しましょう。石鹸を買いに行こうと思います。ここの交差点の渡り方が難しすぎて引かれそうです。なんとか渡りました。怖かった。石鹸屋さんに行く途中に一番好きなワルンがあるので寄り道をします。マンガマドゥです。全席がオープンエアーのローカルワルンです。こちらのワルンは何を頼んでも本当に美味しくて、そして恐ろしく安い。メニュー表です。ご飯を食べたばかりなのでお茶をしようと思います。ソーダグンビラです。謎の赤い甘いシロップにたっぷりの練乳、そこに甘いソーダ水を自分で注ぎます。しっかり混ぜましょう。激甘ピンキージュースの出来上がりです。ほてった体に染みます。デザートにエスブアも頼みました。ゼリーにフルーツ、ナタデココに氷の冷たいデザートです。なんて可愛いのでしょう。それではいただきます。パイナップルにドラゴンフルーツ、スイカにパパイヤなど新鮮なフルーツがたっぷりです。ワンちゃんの形のゼリーが入ってました。激甘でしたが大満足です。今日は腹パンでしたが、後日お食事に来ますのでお楽しみに。マンガマドゥの前の道をずっと道なりに進みます。バイクや車が多いので気をつけましょう。マンガマドゥから5分ぐらいで分岐点に到着。
ちらの急な坂を登ります。登りきったら右側の道に進みます。なんと目に優しい緑の道でしょう。水の流れる音も心地がいい。ギャルに抜かされました。ずっと道なりに進んでいきます。こちらを左に入っていきます。なんと素晴らしい景色が広がっています。日本人と思われる人とすれ違います。日本語で話が聞こえたわけではないのに、日本人だとわかるのはなんででしょう。不思議です。ちなみに私はカムサンハムニだとかシェシェとか言われます。なんで？到着しました。ハンドメイドの石鹸のブラッドワンギの工房とショップです。以前はここで靴を脱いで上がっていたのですが、土足が OK に変わっていました。2階に上がるとシンプルな石鹸のショップがあります。こちらの石鹸は香りが華やかできつくなく、お肌にもとっても優しく、お値段もお手頃です。私のおすすめはピンクフランジパニとチャンパカにカナンガ、ジャスミンがおすすめです。自分の分とお土産と全部で15個お買い上げです。全部で34万ルピアでした。いい買い物ができました。これから楽園散歩をしながらホテルまでゆっくり帰りたいと思います。なんだかミステリーサークルみたいなものを発見。この景色を見ているだけで血圧が下がる気がします。バリ島の旅で注意が必要なのがバリバラです。いわゆる腹下しなのですが、料理に使われているヤシ油が日本人には合わないそうです。私は日本を出発する5日前からビオフェルミンをラムネのように食べて腸を鍛えていました。バリ島から拒絶されている時は初日から体調を崩し、旅の半分は具合が悪いなんてしょっちゅうでした。それは拒絶ではなく浄化なのかもしれません。バリ島に拒絶されていたかはわからないですが、朝起きた時に両方の目の上を蚊に刺されていたり、素敵なビラの天井にどでかいトカゲが住んでいたり、バリ島はサプライズだらけです。突然工事現場が現れます。30分ぐらい散歩をしながら南下してきました。急に時空が変わった気がしました。夢の国から現実へ戻った感覚です。ラヤテガス通りに到着しました。ウブドの中心地から外れたこの通りはローカル向けの店が多く、面白いものがたくさんありました。全然お腹は空いてないけど、そういえばこの近くに梨チャンプルの有名店があるということでやってきました。ワルンマカンパッセダンです。シンプルな店内は
めちゃめちゃ常温でした。熱い。梨チャンプル2万ルピア、約200円です。それではいただきます。見た目からして絶対美味しいに決まってる。家の近所にあったら毎日食べたいぐらい美味しいです。やっぱりこの店、噂通りすごい。帰り道にコロッケみたいのが売っていたので買ってみます。美味しそう。ホテルでいただこうと思います。約50円です。日本のおでんみたいな練り物も。6時間以上歩き回っていました。やっとホテルに到着です。疲れた。前回できなかったお部屋紹介をします。玄関ホール左側にクローゼット、お宝入れがあります。そして変な形のハンガー、そして儚いけど B さん。玄関ホールにゴミ箱にティーセット、インスタントのコーヒー紅茶に砂糖、そしてこちらのシャワーブースのボディーソープが押しても出ない。バスタオルは灰色。アメニティは歯ブラシ、綿棒、シャワーキャップ。壁にビールの栓抜きがあり、これはよし。ドライヤーはすごい難しいドライヤーでした。2階のお部屋はもう文句なし。窓から見える景色はもう最高。扉の引き手が白鳥。そしてベッドは天蓋付きです。天井はとっても高いです。テレビは一回もつけませんでした。テラスには小さい椅子が右と左に1個ずつあります。ありがとう。先ほど買ったコロッケみたいのを食べてみましょう。中はコーンクリームコロッケのような感じです。それでは夕方の散歩に出かけましょう。ホテルから近いハノマン通りにやってきました。お店のパトロールをします。女子が好きそうなカゴよりも石の置物が欲しい。そろそろサンセットの時間なので、夕日が見える店、ハノマン通りにあるカフェアンサにやってきました。ジンジャーレモングラスティー4万ルピア。あ、びっくりするほど味がない。強い風が出てきました。ゴーダマ通りにやってきました。素朴なアートなお店があったり、おしゃれなカフェがあったり、おしゃれな雑貨屋さんもあります。ウィンドショッピングに夢中になっていたら、も
もう外は真っ暗になっていました。それではご飯を食べましょう。大人気のワルンビアビアにやってきました。Hello. Yeah. Well, press. こちらのお店は酒飲みには最高です。お酒に合う小皿料理が豊富にあり、しかもとっても美味しくてとっても安い。そしてお店の方もとっても陽気でハッピーな時間を過ごせます。シンガラジャビールとサユールラップを頼みました。それでは乾杯。シンガラジャビール爽やかで美味しい。ビンタンビールより軽く感じます。これ好き。サユールラップはもやしとインゲンの和え物です。ビールとの相性抜群です。もう一品大好物のミーゴレンをオーダー。ペヤング好きにはたまらないジャンクな味です。ビールに合うんだな。私みたいな一人旅の人もちらほら。今日の締めのアイスクリーム、ココナッツのアイス4万ルピア。ホテルに帰ってきてドラゴンフルーツのジュース。カエルの大合唱。バリ島2日目、これにておしまいです。皆さん、今年の1年間もありがとうございました。来年もより良き1年になりますよう心よりお祈りしております。皆さんこんにちは。バリ島3日目の朝です。今日もすこぶる元気。12月のバリ島は雨季、そして私雨女なのに毎日とってもいい天気。運がいいな。頭の上に何かを乗せてる人が来ます。バリの人ってバランス感覚がいいのか、それとも頭の上が平らなのか、どっちなんだ。8時からの朝食、一番乗りを狙って5分前に出発。やったー、一番乗り。ホテルの朝食のオレンジジュースが薄すぎだったので、スーパーで買ったマンゴースムージーを持ち込みます。ここスーパーのマンゴースムージー1万5000ルピア。レベルが高くて美味しい。今朝はバナナパンケーキをオーダー。メープルシロップをちょろっとかけて。それではいただきます。こちらのフルーツプレートなんですけれども、玉ねぎみたいな味がします。おそらく玉ねぎを切ったナイフでカットしたと思われます。いちごが乗ったバナナパンケーキをいただきます。中にバナナが入っています。安心してください。普通。外に食べに行こうと思います。ごちそうさまでした。部屋に帰る前に敷地内を探検しようと思います。昨日スーツケースを開けて寝たら、トカゲの大ちゃんがスーツケースの上に落ちていました。ショックです。シミになっていました。下の方にはプールとヨガのバレがありました。あちらに見えるのがバンブーでできたバンブーハウス。
石の花の模様がとってもかわいい。お花もかわいい。第2弾の朝食を食べに行きましょう。お花を拾いました。あ、すごい。バランス感覚すごすぎる。今日はお祭りのようですね。昨日通りかかって気になっていたお店にやってきました。ゲットフルーティーカフェです。Google 評価 4.8 の高評価店。ラッキー空いてる。メニュー表なんですけど、全体的にそんなに高くない。スムージーボール食べようかな。お店の壁もフルーティーポップでかわいいです。高血圧の必需品。スイカスムージー2万ルピア。そして来ましたピンクのスムージーボール4万9000ルピア。それでは本日2回目の朝食です。いただきます。ピンクスムージーボールはドラゴンフルーツ、バナナ、ストロベリーにヨーグルト、ココナッツのグラノーラに私はチアシードをチョイス。チアシードは腹持ちが良くなります。見た目に反してあっさりさっぱり。冷たくてスルスル食べられます。ご飯というよりデザート感覚です。大変満足しました。チェックアウトがあるのでホテルに帰りましょう。ホテルに戻ったら吸ったもんだがありました。あなたの予約はあと3日間予約が入ってるとのこと。予約は変更済みのはずです。それは予約表を見せて解決しました。そしてチェックアウトの12時に荷物を取りに来てくれるとのことでしたが、いくら待っても来ず、最後にモヤモヤの残るホテルでした。次のホテルのチェックインまでの時間をスパで過ごします。ジェラティックスパです。予約なしの飛び込みでバリニーズマッサージを1時間16万8750ルピアでした。素晴らしいセラピストの方でした。大変気持ちよかったです。帰りにスーパーでマンゴースムージーを仕入れて、お次のホテルデスタリバンガローにチェックインします。デスタリバンガローはウブドのメイン通りのモンキーフォレストにあります。こちらの細長い通りをひたすら進みます。今回初めての滞在なので楽しみにしていました。着きました。よいしょ。こちらのお宿はブッキングドットコムで予約。3泊で11,560円でした。1泊あたり朝食付きで3,800円です。激安です。アサインされた部屋は2階でした。うわ、広い。ベッドも大きい。ファンもあります。窓も大きくていっぱいで光が入ります。大の字になって寝れます。バスルームもとっても清潔です。湯船に入りたかったので嬉しい。シャワーヘッドは可動式。最高。電
子ケトルにボトルウォーターにコーヒーカップ、そしてドライヤー、バスタオルにフェイスタオルにプール用のタオル、ゴミ箱、シンクの流れはスムーズでよし。お宝入れに大きめの冷蔵庫、ハンガーはいっぱい。そしてとても気に入ったのが大きいテラス。テーブルと椅子があり、お花の咲く中庭の眺めがとても素敵です。無駄のないシンプルな客室はとても清潔で大変気に入りました。敷地内を散策します。緑に囲まれたプールがあります。思っているよりも敷地は広く、とても静かなホテルです。向かいに見えるホテルがコマネカアットモンキーフォレストという5つ星のホテルです。以前母と来た時に泊まったホテルです。とても素晴らしいホテルでした。お昼ご飯がまだでしたので食べに行きましょう。すごいバイクの量。やってきました。ゴーダマ通りにあるメルティング・ボ・ワルンです。いつも満席の人気店なのでピークを外して入るのがおすすめです。ビールを飲みたいところですがパパイヤジュースにしました。こちらはラオス料理のお店で、今回のオーダーはカレーココナッツミルクヌードルです。たっぷりの野菜に鶏肉、中華麺の激辛ヌードルです。激辛にしてもらいました。それではいただきます。一口目からまい。ココナッツミルクのマイルドさとカレーの辛さとバリ野菜の強さのハーモニーが絶妙。全部で95,000ルピアでした。約950円です。スタッフの方も陽気でとてもいい店です。新しくなったエグドマーケットに来ました。全くと言っていいほど欲しいものはありませんでした。呪物を発見。なんだなんかにぎわっているぞ。巨大うちわ踊り？よくわからないので退散。これからサンセットを見に行こうと思います。大通りからこの細い道に入ります。そしてひたすら道なりに進みます。崖です。廃墟なのでしょうか。夜の遅い時間はやめた方が良さそうです。片側が崖の細い道なので気をつけましょう。謎のアートステーションが現れました。勇気を出してちょっと入ってみましょう。人が寝てました。なんか言ってるし。
怖い怖い怖い、逃げます。しばらく道なりに歩くと開けてきました。楽園の散歩道の始まりです。癒される楽園の散歩道です。今回の旅の目的は、緑の中を散歩して汚れた自分を浄化、バリ島の自然に抱かれて癒されることです。神々の住む島バリ島にいると、心と体が軽くなり生き返ります。やっぱり自分が好きなのは、観光用の整えられたところよりローカルな懐かしい感じのところが好きです。日が暮れると危ないので急ぎましょう。こちらの小道にはメモリアルストーンがあります。メモリアルストーンは今はわかりませんが、10年前ぐらいは15万ルピアぐらい寄付をするとできるとのことでした。素敵な思い出になるので、ぜひやってみたいです。折り返し地点に着きました。これからまたぐるっと回って帰ります。この細い道にバイクが来ました。サンセットが見える素敵なカフェを発見しました。こちらのカフェで休憩をします。ヤングココナッツジュース2万ルピア。安い。ずっと歩きっぱなしで喉が渇いていました。しみる。自然の豊かな時間に浄化されていきます。暗くなる前に帰りましょう。確かこの道で会っていたはずです。この真っ暗な道は怖い。私は霊感はないですが、なんかちょっと怖いです。この道もちょっと怖いです。急ぎましょう。やっと人里に到着しました。カジェン通りです。通りの両側にお店屋さんがいっぱいあります。お店の人がかなり強引な通りでした。一旦ホテルに戻りましょう。大きいパラソルを畳んでいます。そろそろ閉店なのでしょうか。カジェン通りからメイン通りのラヤウブド通りに出ました。コーヒーを飲みながら蓮水池が見えるスターバックスなんかもあります。ホテルのあるモンキーフォレスト通りに戻ってきました。モンキーフォレスト通りは両側にぎっしりお店とレストランが並んでいます。フルーツが食べたかったのでこちらで買い物
をします。おばさんに騙されました。いらないのに傷んでるフルーツを早業でボンボン袋に勝手に詰めて、ホテルで開けたら腐っているものもあり、悔しい。一旦ホテルに荷物を置いてご飯を食べに行きます。今日はホテルの近くのカフェワヤンに行こうと思います。ホテルの出口から道を挟んで目の前にあります。ここがいい。こちらの席にしました。靴を脱いで上がる座敷の席になります。まずはビンタンビールで乾杯。グラスもビールもキンキンに冷えてます。乾杯。はあ、至福。パリにしては少し高めの食堂ではありますが、一人でも気軽に入れます。とても雰囲気がいい店です。酒のつまみのカリカリピーナッツが美味しい。鶏肉のミーゴレーにしました。65,000ルピア、約650円です。ちなみにビンタンビールは35,000ルピア、350円です。それではいただきます。味が濃いめの焼きそばはビールに合う。最高。ただ高血圧には注意が必要です。今日は金曜日なのにお店は空いていて少し心配になりました。大人、自由、一人最高。帰りにコンビニに寄って今日の締めのアイス、ジョリーという高級アイスを39,000ルピアで購入。ホテルへの小道の周りのお店は生ライブをしていてお祭り騒ぎです。でもホテルは奥にありますのでとっても静かです。お部屋のテラスでいただきます。ココナッツ&パンダンマンゴー味です。うまっ。ココナッツとマンゴーの味は想像できると思いますが、パンダンは緑の色付けのためで味は特にしませんでした。先ほど騙されて買ったサラックをいただこうと思います。サラックは皮が蛇の鱗のように見えることから別名スネークフルーツと呼ばれています。剥くとニンニクのような見た目、食感はサクサク、リンゴのような食感でほんのり甘酸っぱくてとっても美味しいです。日本ではなかなか食べれない果物の女王と呼ばれているマンゴスチンをいただきます。外側の皮はとても硬いです。中の果実は非常に柔らかくねっとりしています。甘みは超濃厚でとってもジューシーです。それではウブド3日目はおしまいです。4日目の冒険もお楽しみに。皆さんこんにちは。バリ島4日目の朝です。朝食をお部屋のテラスでいただきます。今日の朝食はバナナのジャッフルにしました。ジャッフルとはホットサンドのことです。それではいただきます。フルーツは見た目もすごく美味しそうです。全部とっても甘い。それではバナナジャッフルをいただきましょう。
バナナがたっぷり。美味しそうです。めちゃくちゃうまい。鳥のさえずりを聞きながらとる朝食、豊かすぎる。昨日おばちゃんから買ったランブータンです。甘みが強くとってもジューシーです。続いてお次はマンゴスチンです。皮が硬くてなかなか剥けません。リベンジでもう一個。上品な甘酸っぱさでとってもジューシーです。食後にコーヒー後、ゆっくりいただきます。粉が泥のように沈んでました。おはようございます。こちらのホテル、天国みたいです。次もこのホテルに泊まりたいです。一年中暖かく、花が咲き乱れ、甘い匂いと緑に囲まれた生活。バリに移住する方の気持ちがわかります。本当に天国のような環境です。よいしょ。今日はホテルで自転車のレンタルをします。猫ちゃん。自転車。いざ自転車に乗ろうとしたら、ホテルの自転車が壊れていたのですが、直してもらって出発です。おはようございます。こんにちは。やったやった。あ、自転車。嬉しい。こちらの自転車がプリン号です。椅子も下げてもらって。それでは冒険に出発しましょう。と思ったら、おっと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 。この細い道でバイクが展開しています。渋滞中なのでしばし待機。行くぜ、レッツゴー。超快適です。今から洗濯物を出しに行きます。ホテルから一番近いランドリーに向かいます。こちらの細い道を右折。譲り合いです。
いしょ。ランドリーの看板を確認。こちらで間違いなさそうです。緑がいっぱいの素敵なお庭です。こんにちは。ランドリーサービス。Good morning. Hello. 犬。怖い。Good morning. 失礼します。よいしょ。ランドリー。tomorrow? Yeah. こちらで重さを測ります。tomorrow 何？ Same time, sama. same time. Yeah. 明日の今と同じ時間に出来上がるそうです。袋いっぱいの洗濯物で6万ルピア、約600円でした。ホワイトボードに私の名前と金額と支払い済みなどを記入しています。Tomorrow same time. Yeah. 9:30? Yeah. Thank you. Okay. 笑顔の素敵なとっても優しい方でした。ありがとうございます。明日は吠えられないといいけど、これで汗で濡れた服を持って帰らないでいいので嬉しいです。これから聖なる場所モンキーフォレストの森を通り抜けて大好きなカフェにランチに行こうと思います。この細い入り口を入っていきます。モンキーフォレストは200匹を超える野生の猿たちが自由に暮らしています。私はこの森がちょっと怖いなと思っています。道は悪く細くて狭くて、向こうからバイクがビュンビュンと来てなかなか怖い道ですが、一人冒険隊は進みます。あのマラソンの人めちゃめちゃ速いです。もう見えなくなっちゃいました。これ分かりづらいんですけど上り坂になってます。無理。かなりきつい坂なので断念します。お先にどうぞ。再び乗り出したんですけれども、もうここで深く後悔しています。バイクが多くて怖いのと、道が穴ぼこだらけで怖いのと、意外とアップダウンも激しくて自転車で通る道ではなかったです。森を抜けました。ここまで来ればあとは楽勝です。後で知ったのですが、モンキーフォレストの中にあるプラダラムアグンチーンというのがありまして、亡くなった人を火葬が行われる日まで一時的に遺体を埋めておく墓場だそうでして、どうも私はずっとこの森が怖いなと思っていたのはそのせいかと思います。森を抜けて大きい道に出てきました。ホテルや雰囲気のいいレストラン、おしゃれなショップが少しですがあります。だいぶここら辺で炎天下でやられてきました。重量オーバーのバイクを発見。逆に尊敬するわ。 Google マップで確認しながら迷い来ました。目的地のカフェアルケミーに着きました。今現在の私の状態はシャワーを浴びたのかっていうくらいびちょびちょです。
ただいまの時間は10時半です。約1時間も自転車で走っていました。One person? Yeah. めちゃくちゃ混んでます。アルケミーはオーガニックビーガンレストランです。私はベジタリアンでも何でもないのですが、こちらのサラダの野菜がとても力強く美味しいので来ました。こちらのお店はヨギーや健康志向のおしゃれな欧米人が多いお店です。赤いキスキスというジュースにしました。いただきます。なんとストローが植物の茎でできています。自然に戻るものを使っています。地球に優しいです。ちなみに茎の味はしませんでした。こちらのジュースはパイナップル、ビーツ、スイカ、ライムのジュースです。5万ルピアでした。11時からのサラダバーの用意が整ったとのことで、早速向かいます。Yeah. Hello, salad bar. Salad bar? Yeah. お店の方もとっても陽気で楽しい気分でいられます。このいっぱいの中からトッピングを4つ選びます。Yeah. The green? ベースはグリーンサラダにしました。Beef, yeah. Beef and pad thai. Two more. あと2つ選びます。This is cauliflower? Yeah. これなんだかわかんないけど入れてもらいました。あとは豆腐？あ、Yeah,豆腐。追加料金を払ってあと2つ選びます。Spicy? Yeah, アク spicy. セントに辛いカシューナッツを入れました。 Anything else? And broccoli. そして最後にブロッコリー。見よ、洗面器いっぱいの野菜。 Yeah, finish. Yeah. ドレッシングを6種類の中から選びます。 You want to try? You can. No. That's green sauce. Yes. Yeah. Pesto with basil. But yeah. Pesto. Yeah. ペストというバジルのドレッシングにしました。色鮮やかでとっても美味しそうです。グレープフルーツみたいなポメロを入れたかったのですが、今日はなかったそうです。サラダは自分で席まで運びます。ペストというドレッシングに豆腐、ブロッコリーにビーツにカシューナッツにパッタイ。美味しそう。それではいただきます。まずはドレッシングをかけて、全部かけちゃいましたね。うまい。アルケミーのサラダは野菜が超新鮮で生命力に満ちた力強い濃い味が特徴です。食べるだけで活性化されて活力が湧いて健康になる気がします。お水もおしゃれです。居心地が良くて思わず長居をしてしまいました。お客さんはほぼ欧米人でした。こちらの洗面器サラダ、一度に2杯食べたことがあります。それほど美味しいので、ウブドに来たら必ず来る店です。美味しかった。では次なる目的地へ向かいましょう。わかりづらいのですが、ものすごい急な下り坂を降りております。恐怖です。
そして今度は上り坂です。ウブドはアップダウンが激しい街です。途中に可愛い店を発見しました。また結構きつめの坂の途中にあるビンタンスーパーにやってきました。プリン号の自転車を止めてスーパーで会社へのばらまき土産を買います。私は会社の人にどこに食べに行くか言わない派です。言うとこれこれを買ってきてと頼まれるのが嫌だからです。逆に私も絶対に頼みません。せっかくの旅なのに負担になってしまうのは嫌だからです。ピンク色の猫、かわいい。坂道ばっかりで疲れてしまったので休憩をします。丘の上にあるので緑がいっぱいの階段を登ります。こちらの看板が目印で右に進んでいきます。緑と流れる水の音が心地いいです。結構上まで上がってきました。到着しましたイエローフラワーカフェです。こちらの座敷の席にします。とってもおしゃれ。すべてが絵になるおしゃれなカフェです。緑に囲まれてお花が咲き乱れ、鳥がさえずり、とても癒されます。ピニャコラーダ45,000ルピアです。約450円。安心してください。アルコールは入っていません。パイナップルとココナッツのフレッシュジュースです。それではいただきます。美味しそう。こちらの店もエコの観点からストローは繰り返し使えるステンレス製です。ほんのり甘くパイナップルの酸味が疲れた体に染みます。とっても美味しいです。そしてもう一品、トロピカルピンクスムージーボール75,000ルピア、約750円です。なんてかわいい飾り付けでしょう。それではいただきます。ピンクスムージーボールはドラゴンフルーツ、ストロベリー、バナナ、チア、カシューナッツ、ローズウォーターにハニー、グラノーラが入っています。前回食べたスムージーボールよりねっとりしていて、私はこちらのねっとりタイプのスムージーボールが好みです。ごちそうさまでした。それではホテルに帰りましょう。イエローフラワーカフェ、とっても素敵なのですが、蚊が多く虫除けを持ってこなかったので4箇所も刺されました。自転車をこちらの下に置かせていただいてました。そこで自転車に乗って大ピンチ。自転車の前のタイヤがぺちゃんこです。空気が抜けてる様子。帰りの途中で謎の植物を発見。なんすかこれ。前のタイヤがシュルシュルしてるので、とりあえず慎重に走らせます。帰り道でよかったです。遠くで止まっていたらアウトでした。おお、やっとホテルの小道に戻ってきました。
カフェの従業員が休憩しています。ホテルに無事到着です。こんにちは。エアーがない。すみません。エアーがないの。ちょっと空気がなくて。ぺっちゃんこです。汗だくなのでズボンと飛び込みたいところですが、水着を持ってきていません。お部屋でしばし休憩をして自転車の空気を入れてもらいました。だましだまし出動です。これから夕飯を取りに前回行ったマンガマドゥへ行こうと思います。マンガマドゥに到着です。小上がりの席にしました。ビールが飲みたかったけどないとのことで、ドラゴンフルーツのジュース25,000ルピア。乾杯。美味しい。ルンピアが24,000ルピア、外アヤムが28,000ルピア。それではいただきます。外アヤムとはスパイスを多く使った鶏肉のスープです。鶏からは美味しい出汁が出ています。野菜もたっぷり、日本人の口に合います。こちらのワルンの外アヤムはポテトチップスが入っていて、それが歯ごたえがよくいいアクセントになっています。ルンピアはいわゆる揚げ春巻きで野菜がたっぷり。旅をしていると野菜が不足がちなので嬉しい。日本でもこんな美味しい春巻きは食べたことがないです。今日の夕飯は締めて77,000ルピア、約770円です。安い。雨が降り出してきたので猛ダッシュで帰ります。なんとか雨に濡れず帰れそうです。自転車のタイヤも大丈夫でした。真っ暗なホテルまでの細い道はなかなかスリルがあります。おう、無事にただいまです。はーい。ほー。マンガマドゥ。大丈夫だった。ありがとう。てるまかし。また明日。おやすみなさい。そして今日の夜のデザートはコンビニ高級アイスジョリーのベリー味です。一番売れて人気そうだったので買ってみました。少し酸味があり爽やかで美味しい。そして昨日いただいてすごく気に入ったシンガラ茶ビールを締めていただきます。今飲んでる方一緒に乾杯。ビンタンビールより爽やかですごい好き。美味しい。4日目はおしまいです。5日目に続きます。皆さんおはようございます。バリ島5日目の朝です。今日もすこぶる元気。鳥の声で起床するなんて幸せ。Good morning. Thank you. 私の朝食を運んでくれています。今日もテラスでいただきます。バナナクレープみたいのお願いしました。フルーツも鮮やかで美味しそう。それではいただきます。フルーツ新鮮で美味しい。
バナナのクレープ包みみたいの美味しい。とっても優しい味でした。おととい騙されて買ったサラックを食べます。皮は柔らかく手で剥くことができます。見た目は全然美味しそうではないですけど、味はあっさり、そして便秘に効きます。そして騙されて買ったグアバ、思いっきり腐ってます。悔しい。さあ出かける準備をしましょう。今日も自転車をお借りするのでタイヤのチェックをしてもらいます。やっぱり前輪の空気が抜けていました。一応空気を入れてもらっています。空気を入れてもらって完璧。今から昨日出した洗濯物を取りに行きます。意外とホテルは奥まっているので自転車があるととっても便利です。いつも渋滞になるこの大通りは朝が早いのでまだガラガラです。対向車が来ないことを祈りつつ細い道に入ります。ランドリーに到着です。Selamat pagi. Laundry pick up. Good morning. Pagi. My name is. Wait minute ya. Yeah. Yeah. Okay. Finish? Yeah. No. Already iron. Okay. Okay. ただいまの時間9時半ですが、まだ出来上がってないとのことでした。今からアイロンをかけてくれるとのことです。とても丁寧にアイロンをかけてくれています。ドラえもんの T シャツもかけてくれました。最後はビニール袋に入れておしまいです。よいしょ。ランドリーの敷地内でマダムの旦那さんとお話しして出来上がるのを待っていました。とりあえず洗濯物をホテルに置きに行きます。パンツまでアイロンをかけてくれていました。改めて冒険に出発しましょう。明日バリ島を脱出するので実質ガシガシ動ける最終日になります。ホテルの前の道をモンキーフォレストの方に向かっていきます。久しぶりすぎて入る道を通り過ぎてしまいました。これからモンキーフォレスト通りと並行して走るビスマ通りに向かいます。途中でお猿さんに会いました。飲みをとってます。ビスマ通りにやってきました。道を一本入るとこんなのどかな景色に出会います。鶏がカゴの中に入っています。コマネカートビスマというホテルのプールがとっても素敵なので見に行きましょう。こちらは緑に囲まれたホテルです。一度こちらのホテルに朝食を取りに来たことがあるのですが、本当に美味しかったです。見えました。あちらが熱帯雨林の渓谷に溶け込む息を飲むようなインフィニティプールです。天国です。パトロール終了。次に向かいます。ビスマ通りでお買い物をしていたら日本人の女の人に話しかけられました。自転車を
どこでレンタルできるのかを聞かれたのですが、ホテルで借りたことを言ったら残念がってました。街のレンタル屋さんの自転車はだいたい大きいサイズで足が届かないのが多いんです。それでは探検に行こうと思います。遠い昔の記憶で進みます。猫ちゃん、こんにちは。猫ちゃんと出会いました。散歩道のつもりで来たのですが、なんだかちょっと迷ったようです。道のような道じゃないようなところを進みます。滑った。滑りました。苔でツルツルして滑っています。とりあえず後には引けないので進みます。怖いよ。めっちゃ怖いよ。あ、これだ。これだ。なんと橋を発見しました。渡る。めっちゃ怖い。どうしよう。とりあえずこれを渡らないと楽園散歩道に行けないので行きます。無事に渡れました。通りがかったお兄さんに聞いたところ、これを渡って上に上がると田んぼがあるとのことです。田んぼが見えてきました。またこの棒の橋を渡らないといけないようです。プリン一人探検隊行きます。これですか。変な藪の中に入っていきます。全然普通の田んぼに出ちゃった。散歩道ではなく田んぼの真ん中に出てしまいました。田んぼに出ちゃった。怒られちゃう。田んぼに落ちぬように進みます。怒られちゃう。こんな草ぼうぼうのところに目的の道に着きました。はい、よかった。今回の旅行で一番来たかった楽園の散歩道です。うっそうとした森の中から出てきました。
ぼの真ん中にアートショップなんかもあります。Hello? ギャートルズかと思いました。見渡す限り癒しです。バイクもビュンビュン通るので気をつけましょう。田んぼが鏡のようになっています。働き者のガーコを発見。アヒル農法です。田んぼの中の雑草や害虫を餌として食べて、アヒルの糞が稲の栄養になります。化学肥料などを使わずに稲が大きく育ちます。なんともアヒルが田んぼを駆け巡る姿がとっても可愛らしく癒されます。私の大好きなオーガニックレストランのサリオーガニックです。どうやらパンデミックで閉店してしまったようです。料理が美味しかったのと眺めが素晴らしいレストランだったのでとっても残念です。流れる水の音も心地いい。この奥に建設現場があり、車が通れないのでバイクで運んでいます。カフェもあります。休みたいところですが、もう少し頑張りましょう。結構遠くまで来ました。逃げられました。風が出てきました。汗だくなのでそろそろ休憩をしたいと思います。ちょうどカフェを発見しました。素晴らしい眺めのカフェです。猫ちゃんが寝ています。とっても残念ですが、お店はクローズしていました。残念。今のカフェを少し進むとお店が出てきます。そこを目印にして右側の細い道に入っていきます。ここからは険しい道になるので、サンダルよりスニーカー、スカートより長ズボンをおすすめします。そしてこの手作りみたいな急な階段を気をつけております。雨の次の日は滑るので気をつけましょう。野生味あふれる階段です。道なりというか小さい川の横を進んでいきましょう。しばらく行くと右側に橋が見えてきます。この橋が楽園散歩の折り返し地点になります。
そしてまた川の横の道を右に進んでいきましょう。道はとても細いので気をつけて進みます。左側に廃墟なんかもあります。ちょっと怖いです。ちなみにこちらの右側がすごい崖なので気をつけてください。人も歩いていないので落ちたら助からないかもしれません。そして川の横を道なりに進んでいきます。自分はやっていてなんですが、本当に誰もいないので女性の一人歩きは気をつけましょう。だんだん開けてきました。反対側の散歩道です。こちらも田んぼの状態は青々としていて最高です。こちらの道をルンルン歩いていましたら、先ほど話しかけられた日本人の女性にまた会いました。私の通ってきた散歩道を逆から行くそうです。どうぞ気をつけて。昨日綺麗な夕日が見れたカフェです。さすがに疲れましたのでお茶のつもりでしたが、ランチもすることにしました。オープンエアの素敵なレストランです。風が抜けて涼しい。アボカドスムージーにしました。なんで喉が渇いてるのにこんなねっとりしたものにしたんでしょうか。自分でもわかりません。それではいただきます。やっぱり思った通りねっとり。そして梨チャンプルーをお願いしました。天ぷらみたいのに卵、天ぷのチップス、エビせん、ココナッツ&ピーナッツとサテとサラダとライス。とっても美味しそうです。それではいただきます。相変わらず梨チャンプルーはビールに合うおかずばっかりでビールが飲みたくなります。アボカドジュースが美味しすぎて一気飲みしてしまったのでピンクスムージーをおかわりします。ピンクスムージーはバナナ、ドラゴンフルーツ、ココナッツのフレッシュジュースです。これはたまらなく美味しかったです。とっても素敵なお店でした。散歩道のスタート地点に置きっぱなしの自転車を取りに戻りましょう。男前すぎ。惚れてしまう。これまた昨日サンセットの散歩の帰りに通りましたカジェン通りです。お土産物屋さんが両側にぎっしりです。お寺みたいなところがあったので入ってみます。道がなくなりました。沐浴場のようです。きっと神聖な場所なんだと思います。そして自転車を取りに行く途中で先ほどの日本人の女性とまたばったり会いました。すごい偶然です。ホテルに帰る途中に一軒ビスマ通りでお茶をして帰ります。ピスタチオカフェです。団体客がいて賑やかでした。田んぼの状態はハゲハゲでした。パパイヤパッションなるものをいただきました。パパイヤとパッションフルーツとココナッツのフレッシュミックスジュースです。とっても美味しかったです。ただ騒がしいのでさっさと退散するために一気飲みをします。明日チェックアウトなので
急いでホテルに帰ってパッキングをしましょう。ここで奇跡が。先ほどお会いした日本人の方とまた偶然にお会いしました。ということで一緒にご飯を食べることに。ワルンビアビアに来ました。まずはシンガラチャビールで乾杯です。町は小さいといえども、さすがに4回も会うなんてすごい縁だと思いました。ちなみに K さんも一人旅で、初めての海外の一人旅とのことでした。ハノイ経由で来たとのことで、なかなかのつわものだと思いました。アヤムサンバルマタとサユールラップとコロッケを頼みました。あともう一品はガドガドです。ガドガドは温野菜に甘辛いピーナッツソースをつけて食べるインドネシア料理です。ビールに合うおつまみと胃腸に優しい温野菜、とっても美味しかったです。私基本人見知りなんですけど、 K さんとは初めて会った気がしないくらい話が弾み、とっても楽しい時間でした。デザートにこの緑色のクレポンを食べて、 K さんはビール、私はフルーツジュースを飲んで、2人で合計2000円ぐらいでした。激安です。とっても楽しい出会いでした。バリ島5日目はおしまいです。皆さんこんにちは。バリ島6日目の朝です。今朝は珍しく早く目が覚めました。そして今日のお昼にバリ島を立ちます。朝から猿が 2,3 匹ホテルの庭で大暴れしています。猿は頭がいいから苦手です。庭に実っているマンゴーを盗んでいました。猿がベランダに来てしまうので、今日はお部屋の中でご飯を食べてくださいとのことでした。結構近い。今日のメニューは卵とチーズのジャッフルにしました。フルーツも山盛りで嬉しい。それではいただきます。甘くて美味しい。美味しそう。チーズと卵がトロトロで美味しかった。食後にグアバジュース。猿を退治する時の棒かもしれません。パッキングを済ませます。エコノミークラスで帰るので重量を測ります。帰りの便はガルーダインドネシア航空ではなくチャイナエアラインになります。今は約18キロ。しめしめ、もうちょっと買い物をしましょう。早朝でまだお店が開いてないのでコンビニに行こうと思います。サークル系です。適当にお菓子やナッツを買いました。ナシゴレンやカットフルーツを露店で売っています。お迎えが来てしまうので急ぎましょう。こちらのホテルレスタリーバンガローなんですけど、本当に素晴らしいホテルでした。スタッフの皆さんはみんなフレンドリーでとっても親切でした。そして敷地内は掃除も行き届いていてとっても綺麗です。水着を持ってきて入ればよかったな。また次来る時もこ
こでいいなと思いました。お迎えの部屋の眺めはプールビューです。空港到着3時間前になるようにお迎えをお願いしました。宿の方が大きい通りまでスーツケースを運んでくれました。帰りの車もガネーシャバリツアーズにお願いしました。なんかすごいの発見しました。つわものリスペクト。そして街中を少し渋滞しながらデンパザール国際空港に到着しました。ウブドからはだいたい1時間半ぐらいで到着です。ありがとうございます。また。ドライバーのスカちゃんは日本語がペラペラです。はい、行きまーす。残り時間あるかもしれないね。食べる。残り時間は食べる。ありがとうございます。また。食べることしか考えていない私。お腹が空きました。爆食しましょう。空港内にこんな休めるスペースがありました。とっとと入りましょう。入り口で e チケットの提示をしないと入れません。潜入に成功。そしてウェブチェックイン済みのレーンに並びます。誰も並んでいません。やったね。帰りの飛行機はチャイナエアラインにしました。どうしても台湾に行きたくなり、直行便で帰るより高かったのですが、台湾で一泊して帰ります。最初の予約は台湾でスーツケースをピックアップしなくてはいけなかったのですが、そのまま成田に送ってくださるとのことです。やった。スルバゲでと成田？Thank you。よかった。そうなんだ。あと3キロも大丈夫だった。石の置物買ってくればよかった。無事にイミグレを抜けました。まだ20万ルピア2万円相当残っていたので、両替をしようと思います。縫わんとできない。気を取り直してプライオリティパスで入れるラウンジに行きましょう。潜入成功。食べ物が近いこの席にしました。野菜の炒め物、卵とチキン、ペンネとライス、謎のデザート、ポテトフライにフルーツウォーターに紅茶にパン、毒々しい色のドーナツ、ケーキなんかもあります。そしてサンドイッチにサモサなのかな、あとフライがあります。そしてサラダバー、それではいただきます。横向きで食べるのは何とも食べにくいです。味が濃いのでビールを飲みたかったのですが、こちらのラウンジはありませんでした。おかわりしました。ドリンクを棚の下に発見。
珍しいいちごのファンタを発見。激甘でした。ではそろそろゲートに向かいましょう。結構遠かったです。それでは時間です。乗り込みましょう。ここでまた吸ったもんだがありました。一番後ろの窓際の自分の席に誰かが座っているではないですか。パリ人の団体旅行のエリアのようです。一斉にパリ人の団体が私の顔を見てニヤニヤしているのです。英語は通じないようでしたが、なんとか移動してもらいました。ただ座れてもパリ人に周りを囲まれていて、若い子たちは修学旅行並みにギャーギャーと騒いでいました。これではお互い悪い思い出となってしまうと思い、最初は吸ったもんだがあったのですが、最終的には仲良くなりました。ほどなくして機内食が配られました。チキンにしました。台湾の街が見えてきました。The overhead compartment. Please take care to ensure the contents do not fall out in Taiwan. Thank you for flying. 無事に到着です。台湾に来ちゃった。嬉しい。今日は桃園空港のホテルで一泊します。ただいまは第一ターミナルにいます。ホテルは第二ターミナルにあるので、スカイトレインに乗ってターミナル移動します。あっという間に到着です。誰もいないので不安になってきました。日本人は緑のレーンを通ります。そして乗客証であっという間に台湾に入国したのですが、ここでまた吸ったもんだがありました。イミグレーションで、あなたね、ここは第2ターミナルだけど、あんたのスーツケース第1ターミナルでしょとちょっと叱られました。そりゃそうだ、私が悪いです。成田にスルーバゲージを伝えて無事に入国できました。今日のお宿は超ステイカプセルホテル。22番カウンターの近くのエレベーターで5階に上がります。あら、ちょっとおしゃれな空間。こんな場所があったんですね。知らなかった。ホテルを発見しました。ただいまの時間21時40分。チェックインラッシュのようです。予約の確認が取れず、少し吸ったもんだがありましたが、無事にチェックインできました。カードイン。カプセルホテルの1階をアサインされました。ラッキーです。下の方が出入りが便利なので好きです。ベッドと台だけのシンプルな作り。ハンガーは2本。バスタオルとフェイスタオルは有料です。いくらだったか忘れました。すみません。一つの部屋の中に基地が10個あります。自分の部屋番号のところにスリッパを入れます。ちなみに
一番上だったのでステップ台に乗って入れました。早速台湾を満喫したいと思います。ただいまの時間は22時です。しくじりました。ご飯屋さんやっていません。ということでやってきました。ホテルと同じフロアにあるファミリーマートです。結構充実していました。お菓子なんかもお土産に買っていこうと思います。辛い卵に挑戦します。そしてホットドッグ。おっとっと、セーフ。いや、ピクルスとケチャップを忘れていました。キウイと桃のスムージーと辛い卵とホットドッグです。それではいただきます。こちらのジュース濃厚でトロトロで美味しい。出来上がりです。美味しそう。これまたジャンクな味で美味しいです。お次は辛い卵です。これは辛くて美味しい。ビールと合いそうです。もう一度コンビニに戻ってドーバを買いました。どれどれいただきます。これは普通。もう次はないかな。さすがに眠いので戻ってきました。早速シャワーを浴びたいと思います。まず入って右側にお手洗いがあります。奥にはシャワーブースがあります。4つしかなくてタイミングでは入れない感じです。シンクもこちらに2つ、向こうに1個、全部で3つなので少ない感じです。ということで6日目はおしまいです。7日目に続きます。皆さんこんにちは。台湾トランジットの朝です。これから朝食を食べに行こうと思います。超ステイカプセルホテル、とっても寝心地が良かったです。ぐっすりでした。バスルームが少ないのと貴重火入れがないのがちょっとなと思いました。ただ空港内にホテルがあるのでとても便利だと思います。ただいまの時間朝の7時、出国ラッシュのようで大変混み合っております。何か台湾らしいご飯が食べたいということでやってきました地下のレストラン街です。よかったレストラン空いてる。 G セットをオーダー、小籠包、スーランタン、おかずが2品で280元でした。秒で提供されました。朝から重たいものもいける派です。それではいただきます。スーランタン熱々で美味しい。それでは小籠包いただきましょう。湯気立ってないけど朝小籠包嬉しい。熱々ではないけど美味しかったです。おかず2品はきゅうりの漬物ときくらげの炒め物でした。ビールがあったら最高なのにな。
ごちそうさまでした。サニーヒルズのパイナップルケーキが空港で買えます。今回は買わなかったのですが、空港で有名店のものが買えるのは嬉しいですね。他のお店もかなり充実していて、トランジットでしたが、大好きな台湾菓子が購入できました。ホテルと反対側のエリアをパトロールしたいと思います。エスカレーターで5階に上がります。こちらのエリアにはコスメショップとセブンイレブンがあります。反対側はなぜかサボテンです。そしてスターバックスがありました。セブンイレブンで何か台湾らしいものを買いましょう。おでんとドラちゃんのカステラを買いました。それではいただきます。もち米に豚の血を混ぜたものです。ミンシェーガオ、私大好物なんです。豚の血の味は全くしなくて、おでんの出汁の味です。もちもちとした歯ごたえがとっても美味しいです。こんな飛行場の模型もありました。ホテルに戻ってきて9時15分にチェックアウトしました。ちなみにホテルのチェックアウト時間は10時までです。もう帰りのチケットはいただいているので、いつでも出国することができます。早く出国してラウンジホッピングをしようと思います。無事に出国しました。一時期プライオリティパスが利用不可だったプラザプレミアムラウンジにやってきました。それでは潜入しましょう。入って手前がダイニング、右手にオーダーキッチンがあります。そして奥に行きますと落ち着いたソファー席があります。早速何があるか見てみましょう。餃子とウインナー、焼きそばとゆで卵、野菜炒めと肉団子、そしてポテトフライと芋団子。オーダーキッチンには大好きなドーバがあります。これは絶対頼まなくては。ということでルーローハンとドーバをお願いしました。それではいただきます。まずはルーローハンから。街中で食べるルーローハンみたいにレベルが高い。すごい美味しい。ドーバもプルプルでとても柔らかくて、お店で食べるドーバと遜色ないです。すごく美味しい。あやや、台湾ビールを発見。ジュースは下に。ということでいただきましょう。お休みの日のお昼のビールが大好きです。それでは乾杯。とここで生ビールのサーバーを発見したので、生ビールをいただきます。生ビールは爽やかでとっても美味しいです。ビールのおつまみを取ってきました。お酒に合うものばっかり。ドーバがあまりにも美味しかったのでおかわりです。ラウンジのはしごをしましょう。端から端に移動します。こちらもプライオリティパスで入れるオリエンタルクラブラウンジです。私はこちらのラウンジの方がゆっくりできて好きです。大好きなパパイヤ、グレープフルーツ、メロン、スイカがあります。サラダバーもあります。餃子やパン、ソーセージ、
煮卵、焼きそば、これなんだろうわかんない。これもなんだろうわかんない。こちらはオーダーキッチンのメニューです。生ビールのサーバーもあります。カップラーメンも置いてあります。時間もないのでパパイヤとカフェオレとパンナコッタをいただいて、そろそろお時間です。ゲートに向かいましょう。それでは乗り込みましょう。なんと飛行機空いている予感です。このままで行くと3列を1人で使えます。同じ列の中央レーンの台湾人の方が SIM カードを落としてしまったらしく、椅子をひっくり返して探しています。ほどなくして出発しました。なんと隣の席誰も来ませんでした。やったね。20分ぐらいずっと止まったままで飛行機は動きませんでした。さらに30分ずっと止まったままでした。どうしたのでしょうか。飛行機の行列ができています。やったやった、やっと動いたと思っていたら、まさかの機長からのアナウンスを日本語に変えてご案内申し上げます。当機は出発へ向け滑走路へ走行を続けておりましたが、想定より出発までの時間がかかりましたため、また走行時間が長引いたため、なんだ給油を必要としております。そのため一度駐機場へ戻り給油をし、また滑走路へ向け走行を再開する見込みでございます。皆様お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお座席にてお待ちいただけますようお願い申し上げます。また再度出発時刻が定まりましたから皆様にご案内申し上げます。嘘、燃料ないんかい。飛行機は駐機場に到着いたしましたため、これよりシートベルト着用の際も消灯させていただきます。お客様はお手洗い等をご使用いただけます。また後ほど給油作業が始まり次第、またお座席にお戻りいただきますようお願い申し上げます。この飛行機はまもなく給油作業を行います。安全のため携帯電話や電子機器類の電源をお切りください。またシートベルトは外し着席をお願いいたします。ご案内いたします。当機は給油作業を終え、これより出発に行け前方の扉を閉めさせていただきます。どなた様もお座席にお戻りいただきますようお願い申し上げます。ただいまの時間は15時35分。約2時間遅れで出発です。機内の待機の間に映画を1本見ました。理由はよくわからないのですが、滑走路が1本しか使えなかったとかなんとかだそうです。よかった、無事に飛びそうです。旅をしているとたまにこういうことがあります。でも燃料が足りなくなって給油をしたのは初めての体験でした。ほどなくして機内食が配られました。お隣がいなくてお手洗いがいつでも使えるのでビールをいただきましょう。乾杯。ほとんど泡だらけです。豚肉ご飯にしました。ルーローハンのことでしょうか。チャイナエアラインは食事が美味しいから好きです。ここいらで
バリ旅行の反省会をします。5泊でしたが、あっという間でした。特に楽しかったのが緑の中の散歩です。そして自転車を借りて行動範囲が広がり、旅がグッドアクティブになりました。そして珍しく体調を崩すこともなくすこぶる元気。最後に水着を持っていけばよかったなと思いました。ブヨブヨのビールっ腹を晒す強いメンタルが欲しいなんて思っていたら、成田空港に到着です。予定の時間より2時間遅れて到着です。私はこれから家に帰るだけですが、予定がある人はスケジュールが狂ってしまい大変そうでした。スーツケースの荷物を空港から送ろうと思っていたのですが、6時を過ぎてしまい、翌日配送ができなくなってしまったので、雨の中持ち帰ることにしました。いた私のスーツケース。すべて完了して外に出ます。インドネシアルピアが200万ルピアあるので、再両替をしようと思います。電車の時間もあるので、急いで両替をしたのがまずかったです。結局再両替のレートが悪すぎて1万円ぐらいにしかならなかったです。よく考えてアメリカドルに変えればよかったです。こちらのボトル入りミックスナッツはちょっと癖のある香草が入っていて、それがビールにとてもよく合います。チリ味のピーナッツやガーリック味のピーナッツ、カリカリの小さいピーナッツも歯ごたえがよく、ビールのお供に最適です。ミントキャンディーとポテトチップス、紫芋のチップスとココナッツのビスケット、小分けのサンバルソース。これは使い切りで便利です。会社のばらまき用ののど飴、そしてジンジャーティー。こちらは激甘でした。ビタミン C の粉末とばらまき用のチョコレートです。そしてコピコのコーヒーのキャンディー。そしてこれはロゼラティー。ビタミンがたっぷりです。すごく気に入ったシンガラジャビール。そしてクサンバのシーソルトです。そしてココナッツのシリアルバーです。お人形の飾り物です。石の置物はとってもお気に入りです。もっと買ってくればよかった。お土産にナシゴレン T シャツです。ビーズで作った丸いポーチと貝がついたコースターです。デリケートゾーンの石鹸です。センセーシャのハンドクリームです。同じくセンセーシャのアイクリームです。そしてアロマオイル、アンジェロストアのフェイスクリームとボディバター、チャンパカのアロマオイルにナディスハーバルのジャスミンの香水、ジェラティックのスパで買ったボディローション、ウタマスパイスのレモングラスジンジャーのボディローション、アンジェロストアのローズウォーターフェイストナー。お次は石鹸です。コーのフランジパニの石鹸とローズの石鹸、アンジェロストアのオレンジパパイヤの石鹸とイランイランの石鹸。そしてこちらがブラッドワンギのお肌がツルツルになる石鹸です。お気に入りはピンクフランジパニです。液体のものはビニール袋に入れてきましょう。やっぱり化粧水が水漏れしていました。お次は台湾土産です。こちらがキティちゃんの電卓型のイージーカード、豆菓子のカラッカ、グアバのドライフルーツと
ローゼルの砂糖漬け、黒糖生姜の飲み物、ティンタイホンのパイナップルケーキ、シャオバンダンガンファンのパイナップルケーキ、太陽餅にドラえもんの人形焼き。こんな感じでめちゃめちゃ可愛いです。バリ島旅行記、これにておしまいです。